そうですね、ストーリー上は敵を追い求め、なぜ父が誰かを殺した、信じられない量でそれを確かめていくんだっていうことなんですけども、ゲーム的な側面としては一つの一人旅を終わった時の記憶とか体験がちょっと思い出に残るような感覚が再現できたらいいなっていう、そういうゲームなんですね。旅体験みたいな感じですか。中国の少数民族の村っていうのはちょっと興味ありまして、非常に文化が色濃く残っていて、民族衣装なんかがすごく綺麗っていうこともあるんで、過去に取材したりネットで調べたり文献で調べたりしているんですけども、割と荒涼としたところが多くて、やっぱり少し緑が欲しかったり、桂林ですから美しい山水画みたいな景色の中に水とグリーンがあってっていうイメージも作りたいわけですね。ですからある程度中国の中の自分の思っている中国らしい景色っていうちょっと美化した形になってると思います。ハッカソンが割と桂林の山奥の片田舎っていう設定で作ってるんで、長部の方は桂林は桂林なんですけど、利口という川に面した割と町っていうのをちょっと広い方がちょっとオープンワールドな遊びをいろいろやりやすいので、長部で140軒ぐらいお店があって、でその中で買い物できる店が70軒ぐらいあります。で基本的にそのお店とかそのお店以外にもちょっとお店じゃない大型のお寺とかそういうものもあるんで、基本そこは全部プレイヤーは行けます。木人っていうちょっと憲法においては割とシリアスに木の人形みたいな相手におえいってやるんですけど、ちょっと人形風にして木人喫茶作ろうと。何ですかユウさんとかってなっちゃって、木人と一緒にお茶を飲めるっていうお店作ろうと。ちょっとどうなんでしょうねこれまた長部観光協会っていうことを設定してまして、ゆるキャラを長部にも作ろうっていう運動が起きたという設定にして、で最近長部ちゃんっていうゆるキャラを観光協会が推してるわけですよ。気に入ってるのは長部寮舎って言って、長部に来た時に寮が泊まるホテルの女将がすごいインパクトがあって好きですね。長部三大美人って呼んでますけども、三大美人の一人が長部寮舎の女将と、残りの2人も長部三大美人テレカっていうのをちょっと作りましたので、まだ三大美人のうちの2人はまだ明かしてませんので、ゲームの方で探してもらいたいと。シェムの一つ特徴だと思いますけど、いわゆる NPC って言われるキャラクターになるんですが、特に声を持ってるようなキャラクターについては全てフルカスタムというか、個性を背景を設定して個性が出るようにちょっとユニークなキャラクターに作ってます。キャラクターの女の人だったら洋服とか宝石とか興味のあるところに興味のある店っていうフラグが立ってて、そこを中心にちょっとウィンドウショッピングして回っていくっていうようなスケジュールのシステムをやってます今回は。父が巌っていうんですけど、若き時に中国を訪れた武者修行で憲法の武者修行で中国を訪れたっていう設定なんで、ハッカソンにも訪れた。で父の痕跡を追う旅でもあります。